私は全世界のメディアを通じ、先日ロード・ジブリールの身柄引き渡し要求とともに我が国に侵攻したプラント最高評議会議長ギルバート・デュランダル氏にメッセージを送りたいと思います。私はラクス・クラインです。カゴリ、ブルーコスモスの名手。プラントに核を放つことも、巨大破壊兵器で街を焼くことも、子供たちをただ戦いの道具とすることも厭わぬ人間を、なぜオーブは戦ってまで守るのでしょうか。私たちはそれを、その方の姿に惑わされないでください。私はラクス・クラインです。バカな。なぜ彼女がオーブに。私と同じ顔、同じ声、同じ名の方がデュランダル議長と共にいらっしゃることは知っています。ですが私シーゲル・クラインの娘であり、先の大戦ではアークエンジェルと共に戦いました私は、今もあの時と同じかの船とオーブのアツハ代表のもとにおります。これは。彼女と私は違うものであり、その思いも違うということをまずは申し上げたいと思います。おい、なんだよこりゃ。私はデュランダル議長の言葉と行動を支持しておりません。こちらの放送を止めろ。いや、しかし。いいから止めるんだ。奴らの思惑に乗せられているぞ。はい。戦う者は悪くない、戦わない者も悪くない。悪いのは全て戦わせようとする者。死の商人ロゴス議長のおっしゃるそれは本当でしょうか。これはまた。それが真実なのでしょうか。ナチュラルでもない、コーディネーターでもない。悪いのは彼ら、世界。あなたではないのだと語られる言葉の罠にどうか陥らないでください。これは無論私はすぐにオーブのジブ彼女と連リール氏を絡を取れ。かばうものではありません。ですがデュランダル議長を信じるものでもありません。我々はもっとよく知らねばなりません。デュランダル議長の真の目的を。でラクスクラインが2人。偽物だ。いや、しかしオーブは。そうだ、
シャトルをもう一機すぐにだ。ごめんなさい。私いや、とんだアクシデントだったよ。君も驚いただろうが、私も驚いた。すまなかったね。一体なぜこんなことになったのか。だがこれではさすがに少し予定を変更せざるを得ないな。あっちが本物だよ。いや、でもデュランダル議長は。みんな何言ってるんだよ。ザフトは悪い奴らじゃないぞ。悪いのはロゴスと連合なんだ。オーブなんかそっちの味方じゃないか。ああ、そうだ。誰が俺たちを苦しめたのか、そして誰が解放してくれたのか、みんなもう忘れたのか。そうだそうだ、オーブは連合だぞ。そこにいる奴の言葉など信じられるか。何、心配はいらないさ。だが少しの間君は姿を隠していた方がいい。でも決して悪いようにはしないよ。君の働きには感謝している。君のおかげで世界は本当に救われたんだ。私も人々も。それは決して忘れやしないさ。だからほんの少しの間だよ。さあ、ラクス様。こちらは予定通りメサイアへ上がる。月の連合軍に動きは？いえ、未だ何も。そうか。いや、しかしいろいろなことがあるものだ。だがもう遅い。すでにここまで来てしまったのだからね。冗談じゃないよ。本当、どういうことなんだ。いや、偽物だって。艦長。聞かないでよ。私にだって何が何だかわからないわ。まあ一つはっきりしてるのは、我々の上官はラクス・クラインじゃないってことよ。ああ、彼女から命令が来るわけじゃないわ。それを。艦隊司令部からです。ミネルヴァはカーペンタリアへ帰投後、月艦隊と合流すべく発進せよ。今度はいきなり空へですか。レイ待てよ。なんだ。いや、オーブのラクス・クラインのこと、レイはどう思う？どうとは？いや、だからどっちが本物って話？なんだお前までバカバカしい。そうやって我々を混乱させるのが目的だろ、敵の。おそらく皆そうして真偽を気にする。お前のように。なかなかうがった心理戦だな。だがなぜかな。なぜ人はそれを気にする？本物なら全て正しくて、偽物は悪だと思うからか。俺はそれはどうでもいい。レイ。議長は正しい。俺はそれでいい。シン。そんなことより俺たちには考えておかねばならないことが他にあるだろう。フリーダム、そしてアスランザラ。アスラン？あアスランってどういうこと？生きてアークエンジェルにいる。この機体に乗っていたのは奴だ。じゃあメイリンも。メ
リンも生きてるの？さあ、それはわからない。だが生きているとすれば、あの船に乗っている可能性もあるな。グノー、予定ポイントまであと20分です。レクイエムジェネレーター稼働率 85%、 23番から55番臨界。パワーフロー良好、超鏡面リフレクター臨界偏差3比と2級、予備冷却系 GR を起動、バイパス接続。しかし本当に撃つのですかな、あなたはこれを。当たり前だ。そのためにわざわざこちらへ上がったんだからな。それは頼もしいお言葉だ。嬉しく思いますよ。ならば我々も懸命に働いた甲斐もあるというもの。こんなところでもね。最近は必要だと拒否を投じて作っておきながら、肝心な時に撃てないという優しい政治家が多いものでね。それでは我々軍人は一体何なのかとつい思ってしまうのですよ。私は大統領のような臆病者でもデュランダルのような無双家でもない。撃つべき時には撃つさ。守るために。なるほど。報告通り結構な数だぞ。ああ、けど一体なぜこんなところに。さあな、友好施設じゃないことだけは確かだろうな。行くぞ。おう。12中域に妙な動き。はい、防衛警戒エリア外だったので対応が遅れたようですが、オニル型コロニーが少しずつ動いていると。プラントへ向かってか。距離はまだかなりありますが。警戒に出たジュール隊、チャニス隊がその護衛艦隊と現在戦闘中とのことです。分かった。以降もこの報告を最優先に。はい。グノー、所定位置へ。制動をかける。こんなところで。フォーレ、チェルニー、姿勢安定、フィールド展開中。レクイエムジェネレーター作動中、臨界まで480秒。なんだ、何をやろうとしている。わからんが、とにかく止めるんだ。エンジンへ回り込め。ああ。ジェセックは来ているか。はい。先の動くコロニーの続報は。未だ何も。目的が不明ですので、ジュール隊には停止を第一に考えようと命じてありますが。そうだな。護衛艦隊は車線上から退避せよ。照準はどこに。アプリリウスだ。決まっているだろう。これは警告ではない。照準プラント氏とアプリリウス。目標点入力、アプリリウス。最終セーフティー解除。全ジェネレーター臨界へ。ファーストムーブメント準備よろし。レクイエムシステム発射準備完了。視野開放。カウントダウン開始。発射まで T-35。トリガーを回せ。さあ奏でてやろうデュランダル。お前たちのためのレクイエムを。月の裏側に高エネルギー体発生。これはイザーク全軍回避。なんだこれは。ビームが曲がった。
何がこんなバカな。どういうことだ。どこからの攻撃だ。一体何が起きたというのだ。ヤヌアリウス1から4直撃。ディセンベル7、8、ヤヌアリウス4の衝突により崩壊。ヤヌアリウスだと？どういうことか。グノーの諸角が計算外にずれたようです。戦闘の影響かと思われますが。アプリリウスを打ち損じると。なんだ一体。ヤヌアリウスがディセンベルもか。くそー。月の裏側からまさかこんな方法で。ディアカ、こいつを落とす。2射目があったら今度こそプラントはおしまいだ。何が何でも落とすぞ。艦長。プラントも。なんてことなの。ヤヌアリウスか。そんなバカな。お母さん。なんでこんな。ジブリールだな。月の裏側から撃たれた。こっちがいつも通り表のアルザッフルを警戒している隙にダイダロスにこんなものがあったとは。なんで裏側からって。そんなの無理じゃない。どうやって。奴らは廃棄コロニーに超大型のゲシュマイディヒパンツァーを搭載してビームを数回に屈曲させたんだ。そんな。このシステムならどこに砲があろうと屈曲点の数と位置次第でどこでも自在に狙える。悪魔の技だな。そんなことを。ジブリールを逃がした俺たちの責任だ。ジブリールを逃がしたって、それは。なんであれ俺たちは撃てなければならなかったんだ。全艦発進準備完了です。みんな連戦で疲れてると思うけど、正念場よ。ここで頑張らなければ帰る家がなくなるわ。いいわね。はい。機関最大ミネルヴァ発進します。同じだ。ジェネシスの時ともうどうにもならない。プラントはもちろんだろうけど、こんなのもうきっとみんなが嫌だ。でも撃たれて撃ち返しまた撃ち返されるというこの戦いの連鎖、今の私たちに終わらせる術がありません。誰もが幸福に暮らしたい、なりたい。そのためには戦うしかないのだと私たちは戦ってしまうのです。議長はおそらくそんな世界に全く新しい答えを示すつもりなのでしょう。議長の言う戦いのない世界、
人々がもう決して争うことのない世界とは、生まれながらにその人の全てを遺伝子によって決めてしまう世界です。おそらくは遺伝子で？それがデスティニープランだよ。生まれついての遺伝子によって人の役割を決め、そぐわないものは淘汰、調整、管理する世界だ。淘汰、調整？そんな世界なら確かに誰もが本当は知らない自分自身や未来の不安から解放されて、悩み苦しむことなく生きられるのかもしれない。自分に決められた定めの分だけね。望む力を全て得ようと、人の根幹遺伝子にまで手を伸ばしてきた僕たちコーディネーターの世界の究極だ。そこにおそらく戦いはありません。戦っても無駄だと、あなたの定めが無駄だと言うと、皆が知って生きるのですから。そんな世界で奴は何だ？王か？運命が王なのよ、遺伝子が。彼は神官かしらね。無駄か。本当に無駄なのかな。無駄なことはしないのか？俺はそんなに諦めが良くない。だよね。私もだ。俺もかな。そうね、私も。空へ上がろう、アスラ。僕たちも。キロ。議長を止めなきゃ。未来を作るのは運命じゃないよ。ああ。何も知らない方が幸せと言うけど、僕はきっと満足しないはずだから、僕が選んだ今を生きたい、それだけ。君の速さは僕に似ている。歯止めの利かなくなる空が怖くなって、僕はいつまで頑張ればいいの。二人なら終わらせることができる。打ち砕かれた日常、守り得なかった者たち。それはもう二度とあってはならないこと。弱ければかなわない。後悔が怒りへと変わるとき、再び目覚める者は。次回「機動戦士ガンダムシードデスティニー変革の序曲」。全てをかけて発進せよアークエンジェル。